眠らない街六本木に一風変わったバーがある。プロレスの語らいはその名も MSG マディソンスクエアガーデン。どうも。いらっしゃいませ。ご無沙汰してます。忙しいでしょ今。忙しくないですよ。そうですか。今宵のゲストは100年に一人の逸材棚橋弘。何飲みますか？じゃあ、ちょっとダイエット中なんで、はい、ウーロンハイから。ウーロンハイを。はい。じゃあいただきます。はい。じゃあ僕コークハイで。はい。おざす。いただきます。そうだそうだ。いやー、田中さんね、はい、なかなかゆっくりお話しする機会ないですけど。そうなんですよね。田中さん、お酒はどうなんですか？お酒は好きです。好きなのは好きで。はい、プロテインとどっちが好きですか？プロテインのカクテルを作ればいいんですよね。あんまり出してるとこないでしょうね。ないでしょうね。でもなんかこうカルアミルクとか、プロテインベース牛乳で割ってカルアルとか入れたらいいんじゃないですかね。ちょっとここのバーで出しましょうか。いいですね。MSG ですね。MSG でちょっと新メニューで棚橋宏プロデュースでプロテインカクテル。カルアプロテイン。カルアプロテイン。いいですね。いいですね。メロンリキュールとかも合いそうですしね。いろいろアレンジ可能でね。新日本プロレスの春といえば両国ビッグマッチ。魂揺さぶられる数々の激闘、そして伝説を生んだ新日本の春がついにニューヨークに上陸。しかもプロレスの聖地マディソンスクエアガーデン。チケットはソールドアウト。そんなマディソン大会にかける思いを語り明かす。もうニューヨークは何度も行ってるじゃないですか。MSG は行ったことはあるんですか？近くは通ったことあります。じゃあ外観はご覧になったことあります？はい、あります。あれいいっすよね。宿舎のホテルがすっごい近いんですよ。マディソンスクエアガーデンのすぐ近くなんで、もう行こうと思えば道渡ればもう本当にそれぐらいの距離で。あれね、駅からこう直結っていうか真上じゃないですか。でもうなんか外観がね、インパクトありますよね。ありますね。すごいですよね。しかもそのニューヨークもいろんなビルがあってあるんですけど、その街のど真ん中にあんだけの面積でよくアリーナ作ったなっていう感じがあるんですよね。だから東京で言ったら銀座にあるようなもんですよね。そう本当にそう。もう歩いて行ったらタイムズスクエアあるし、もうちょっと行ったら買い物するとこもあるんですけど、本当によくそこにでっかいの作ったなっていうイメージですね。ですよね。なんでしょう、響きがいいですよね。MSG っていうかね、マディソンスクエアガーデンね。でなんと、今回は田内さん、日本から MSG への観戦ツアーがあるらしいですね。聞いてます。で田内さんもそこに参加すると。到着した後、田無がお出迎えすると。ようこそニューヨークへと。もうね、僕ね、すっごいこなれ感出しますからね。ニューヨーカーの雰囲気。2、3日前に行ってるだけなのにもうニューヨーカーですみたいな顔して待ってますんでね。じゃあ田内さんについていけば間違いない。間違いないです。いいな。どこ連れてってくれるんでしょう。カフェとかね、連れてきます。楽しみだな。ニューヨークでみんなでご飯食べましょう。いいじゃないですか。ね、高タンパク低脂肪のご飯を。味気ない。味気ない。田中さんは MSG で記憶に残ってる名称、ちょっとファン目線になりますけどありますか？実はね、ないんですよ。その記憶の僕は高校の時に好きになって、昔の映像とかも見るようになって、藤波さんがそのね、凱旋前にWWF でしたっけ？そうです、 3WF ね、
ベルト取ったとこだっていうぐらいの記憶ですね、あとはこうレッスルマニアの名勝負ぐらいですかね。その規模的には、もっと大きい会場ってアメリカいっぱいあるじゃないですか、でもその WWE なんかも定期的にあそこやるんですよね、レッスルマニアだったりとか、もっと大きい会場でキャパ集められるのにニューヨークでやるっていうね、やっぱり特別な会場なんだと思いますね。まあ歴史もありますからね。藤波さんとかね、ドラゴンスープレックスあそこじゃなかったですか。そうなんですよ、初披露がそうなんですね。これね、いいんですか、ちょっと脱線して。脱線しましょうよ、ね。藤波さんのドラゴンスープレックス、あれ初披露だったんですよ、マディソンスクエアガーデンで。で、ホセでしたっけ、カルロスホセエストラーダでタイトルマッチですよ、いきなり。でいきなりね、タイトルマッチで MSG で初めての技にトライするって、ちょっとありえない。ありえないですね。ね、ありえないですよね。ありえない。でもあの大舞台でいきなりそれやるってすごいですね。すごいですね。僕もスリングブレードっていう技があるんですけど、道場で若手に試し切りして、で初めてやったのは北海道のタッグマッチかなんかね、全然こうお客さんの反応も分かんないし、相手の受けるダメージもどれぐらいかまだ分かんないじゃないですか。だからやっぱ試し切りしますよね。やっぱそうですよね。で一番最初にハイフライフローの犠牲になったのは矢野徹です。そうだったんですか。あれなんかすごかったですよ、やっぱりタイガーマスクとダイナマイト切ったのは、2人の試合で当時のビンス・マクマホンシニア会長がもうスタンディングして拍手したっていう。で初めはみんなお客さん、向こうのねニューヨークのお客さん結構ほら目が肥えてるから、タイガーマスクってなんだよ知らないよみたいな感じで、ちょっと冷たい感じで見てたのが、なるほど、知らないってことはもうプロレスにとってビハインドですからね。マイナスからのスタートだけどまくったってことですね。まくってもう最後はみんな総立ちになって盛り上がるっていう、すごいですよね。あれダイナマイトキッドが唯一ショートタイツでタイガーマスクと試合した、そうなんです。試合ですよね。よし知っとるわ。あと藤波さんなんかはね、ジュニアとヘビーと両方向こうで MSG でチャンピオンになったのは藤波さんだけですよ。うわすごいな。じゃあその MSG っていうこのアリーナと新日本ってこう昔からこう縁はつながってるんですね。つながってます。深いですね。そうですね。僕はその1月ね IWGP のチャンピオンになって、だって2月もうたらればの話ですけど、防衛してたら、マイソンスクエアガーデンのメインだったんですよ。そうだ。今 J ホワイト選手がそこにいて、もうメイン確定してるんですよ。でニュージャパンカップの優勝者が挑戦ですね。そうなんです。なのでもう一回そのチャンスは逃したんですけど、もうワンチャンあるんですよ。ね、ニュージャパンカップを制すれば、J ホワイトに挑戦できるってことは、田中さん当然メインを狙ってきますよ。だってこのマイソンスクエアガーデンの大会っていうのは、この来年あるかどうかもまだ確定ではないし、僕の現役中にもう一回あるかどうか、それはもう確定ではないとするならば、ワンチャンなんですよ。ワンチャン、この棚橋のプロレスのキャリアの中で一回ワンチャンです。それをつかめるかどうか。もうね、マディソンスクエアガーデンのメイン張ったっていうのは、孫が生まれてじいちゃんになったら、ずっと自慢できることだと思うんですよね。確かに。さっきも言いましたけど、その猪木さんとか藤波さんとかメインじゃなかったですからね。ってことは、これ結構自慢できますよ。マディソンスクエアガーデンのね、歴史に名を残すと。まさに100年に一人の逸材と。すごい。これプロレスの枠を取っ払っても、マディソンスクエアガーデンでパフォーマンスした日本人ってそんなにいないですよ。なんか有名なね日本のアーティストさんとかいらっしゃるんですよね。そうですね。最近だと x ジャパンとかラルカンシェルとかもやってますけども、そんなにいないですからね。うわ燃えてきた。っていうか2月もっと頑張れよって話だよ。負けてなきゃこんなことにはなってないですけどね。負けてなかったらもうホクホクの顔してましたけどね。でもなんか
ね一部報道でははい田内さんその膝のやっぱこうちょっと負担なんかも減らす意味でも、ハイフライフローをなんか封印するんじゃないかみたいな。ああそうなんですよね、はい話ありますまた戦い方も変化していかないといけないかなと思ってて、ただね、これは、ファンに対してのコメントというよりは、選手間のへのルフというか、戦国時代の、この棚橋の戦略を読ませないというか、僕ねでもファンの人が盛り上がって飛んでほしいってなったら飛びますよ、飛びますけど、なんだ棚橋飛ばないんだったらっていうね、こう対戦相手のこの戦略の選択肢に迷いが生まれると試合に隙が出ますからね。確かにフェイントですよね。フェイントですね。もうそういうね策を浪して、いかないと、あの手この手でいかないとそうですよ、もう直球だけの時代じゃないですから。そうだから棚橋ハイフライをやらないんだったらそれに代わるサムシンがあるのかっていうね。なるほどうしよどうしましょううね。ということで、MSG 棚橋さんに期待かかるんですけど、J ホワイトへのリベンジそうですねという意味もありますし、やっぱりこう技としてはハイフライフローがまた見れるのかどうかっていうところもありますし、そうですね。先ほど藤波さんがマリソンスクエアガーデンでドラゴンスープレックス初めて出したぶっつけ本番で、これってなんかマリソンで使った技はすごいこう歴史に名を残すみたいな法則があるような気がしますね。確かに。やりますか。マリソンぶっつけ。これこそドラゴンイズムじゃないですか。そうですねここでドラゴンイズム復活。僕とこのね清名のやり取りを見てもらわないと何のこっちゃってなるんですけど、これぜひ皆さんちょっと予習しといてくださいね。棚橋がマリソンスクエアガーデンで何を出すか、ハイフライフローに代わるサムシングがここで出るのかどうかと。あるいはドラゴンスープレックスを出してるんですか。僕田中さんドラゴンスープレックス好きなんですよ。それいいアイデアですね。そしたら新技考えなくてもいいとねやってほしいですよ。最近全然やんないじゃないですか。ドラゴンスープレックスとマズスクエアガーデンってシチュエーションがマッチングした時の威力ってやばいですよね。やばいですね。これはちょっと何人か涙するプロレスファンが出てきますよ。でも今回の本当にマズスクエアガーデンの大会は新日本と ROH で行うわけじゃないですか。歴史の第一歩ですね。そうですね。というわけでね、棚橋さんが歴史の第一歩を踏み出すことを期待しております。今日は100年に1人の逸材棚橋宏選手をお迎えして MSG についていろいろお話ししました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニューヨークマディソンスクエアガーデン大会 G1 スーパーカードは日本時間4月7日日曜日朝8時30分から新日本プロレスワールドで生配信。この機会を見逃すな。